では今日も行ってきますので、よいしょと。お目もくそついてますよ。帰ったらイノシシ探しに行こうね。なんで軽くきますね。全速 5.7 ノットありました。厳しい。ただ小指がすごい出てきましたね。映ってないでしょうけど結構長かったですね。進行しています。あ、でも出た。おおちょっと離れられない感じにはなってきましたね。あ、でもやわらダメです。でもこれだけゲッタがいたらおおこっちにいました。もうなんと今回はいい。ちょっと馬力ハンドルを落としてみたんですけどうまくいきましたね。ただ生息が進んでる時に馬力ハンドルさえ落とせば入るということには簡単にはならないですよね。どっちかというとたまたまうまくいったぐらいの感じです。そしてなんとシャーシャーガネがこんなところに、もちろんヤワラですけど、鳥島では新婚の会のことをシャーシャーって言ってますけど、こんなところにいるとはちょっと自分のデータにはないですね。この漁場は昔の人が大潮の時は大石を転がすぐらい潮がいっているっていうだけありますね。もう何もいないというね。うまいのだけでこれはどうするんかどうしようか悩みますね。2本のみ、あ、3本。車エビが入らんの、車エビしか入らんですね。お、イダも結構いますね。3匹目、拾えるサイズが。こんなんはダメですけどね。でももうこれは移動でしょう。ちょっと漕ぎながら鳥島方面向かいます。で、かわしたらいたりするんでしょうね。ほんで U ターンになったり。おー、出た。大車エビ。これなら進行できますけど。おー、ちょっとどうしよう。これはちょっといくらなんでも U ターンですね。いない確率の方が高いですけど、あれ見たら U ターンしてしまいます。あ、車も2匹いました。イイダコもいるし、黒エビもいるし、時より潮が落ち着いてきたんで入ったんですかね。いやでもこれは素晴らしいな。このゲタも素晴らしいし、肉厚で美味しそうです。そして何よりこれがもうすごいですよね。死んでる？そうや、おかず生き返ってよう分からんけど元気ありません。こちらは台湾。なんか死んじゃってますね、やつ。もう U ターンしてますけど。
珍しいもんが久しぶり見たらじゃじゃーん、これもいいですけど、こっちの方がもっといい。ほんと久しぶりに見ました。こんな小型でも誰も取ってこないので結構いいんじゃないですかね。2目がいたと思ったらいてくれました。 U ターン大成功。早めに仮にいなかったのは車エビだけですね。赤下もいたと思うし、おーでかい。しかもやりましたね。珍しく U ターン成功しました。9まで、あー嬉しい。やっと嬉しい。これやった。塩が転び、塩が転んできたらチヌまで見え出しましたということだったんですけど、カニ2つ出たもん。素晴らしい。ゲタも多い。今上り返しなんですけど、左潮であれだけ走ってたら上り潮行き出したらもっと走ると思うんですよね。潮が上り潮はちょっと本当にちょっと移動したいと思います。上り潮走り出したらいいキャッチできないのちょっと目に見えてる気がするんで、今度こそ本当に上り返しだけこいで移動します。返しでかい。お、足が見えてる。やったー。小型ですが嬉しい。手でかけた。今日全くいなかったイカがやっと入り出しましたね。イカは上りの方がいいんでしょうかね。そんな感じですね。大きい。もう4つ目の台。下は赤下。今日もいました。金線ガニ。ちっちゃいの挟んでます。かわいい。元気ないな。おかずかな。いよいよ上りが行き始めたのでここで移動したいと思います。ちょっと寄島方面へ行きます。さて移動しましたけど、ここはどうでしょう。
ダメか。いやダメじゃない。シャーシャーいるじゃないですか。やっぱりちょっと岡川シャーシャー出てきてるんですね。金銭ガニもおるし。あ、出てきてるんですね。あ、でもちょっとやばいな。おい、拾えるのは一つだって。そしてなんと石があれ、最近めっきり見なくなった石があれ、あんまり自分の動画でも登場しないんじゃないですかね。でかいダコ、もうこんなに。台湾ガザミ。あ、もう一匹ちっちゃいけど、大きで見たら小さいですけど、おかずにしようと思って持って帰ったらめちゃくちゃでかくて一人で食べれないぐらいあるんですよね。これでも徐々に頼島方面に向けてちょっとずつでは帰っていきたいと思います。なんかでもこれ脱皮したばっかりですね。さっきのカニぐらいのやつが脱皮して、これもダウン。まあ見れただけでもよしとしましょう。そのうち自分の元に帰ってきてくれるはず。あんた親飲めるかな。おーラッキー、ギリギリか。もうどう見てもやわな。シャーシャー出てきてますね。ただ今の親のカニ拾えなかったら全然アウトですね。マジか。おお、拾えるし、これはどう見ても OK でしょ。あ、やばい。なんでこれから脱皮ってやつですね。まさか親か。 U ターンしたいところですけど、このまま寄島へ漕ぎながら帰ります。もう時間なんで。おお、でかカメラ回してない時に落ちてきました。なんとい。残念。あとカメラ回してない時に見たこともねえようなトビエが落ちてきて、処理できんかった。そんなにでかかった。人間の力でも無理。カニ台湾も入ってますけど、石垣。あとはゲタと黒エビと車エビで、もったいね。大きいの2枚しかおらんのよ。大きいのおらんのにこうしてどうするの。2枚とも死んじゃいました。おかずとなりました。いやとまだ祭りには早い。ちょっと早いけど、カニ食べます。はい。お疲れ様です。青ピーも食べております。なんと今日はカニが朝ごはんとなってしまいました。嬉しいということにしておきます。いただきましょう。おお、味噌がすごい、さすがオンガレついて。味噌はまだない。だからまだオスの方が美味しい。シャーシャーもですね、オスの方が人気がありますね。自分はシャーシャーはメスの方が好きです。理由は苦いから。味噌が苦いんですよね。この苦い方が美味しいですね。よしょ。甘い。オスは何にしてもやっぱ甘いですね。味噌も甘いですね。
子供の頃はもう爪しか食べませんでしたね。爪が一番美味しいと思ってたんですが、大人になったら爪はただもうめんどくさいだけですね。もうちょっとこっちの辺まで行きたいですけど、もうここで切れそうなのでパクッといかさせていただきます。甘い、本当に甘い。だし味がすごいです。はいどうぞ。そして今日は栗ご飯です。昨日備前の道の駅まで行って買ってきました。今年初作りです。まあそれを置いといて買いに行きましょう。でやっぱりここでしょうね。やっぱり味噌。でもオンにしてはちょっと苦いかな。でもやっぱ甘いっすわ。オンは甘い、メスより味噌が。通常はここが一番人気があるんでしょうね。自分は子供の頃ここは食べませんでしたね。今は好きですが。ではいただきます。あっこい。熱い。ちなみにこれは余談ですが、カニは炊きたてよりも冷えた方が自分は美味しいと思います。炊きたてより冷えた時の方がなんか味が濃いんですよね。気のせいではないと思うんですけどね。まだシャーシャーこんなんですので、今年には間に合わないかもしれませんが、中にはこういうのもいますので、皆さんぜひ秋にカニを食べてください。よろしくお願いいたします。海鮮市場の大将と大政の大将が待っております。買いに行ってあげてください。自分のカニを。今回もご視聴ありがとうございました。帰んねん。ここや、ここの5本だけおるんだよ。今、捕まえたんだけど。